皆さんこんにちは、ペルルのローリーです。だんだんですね、暖かくなってきて春っぽくなってきてるんですけれども、ちょっと今回はまた冬の仕事について少しお伝えしていきたいと思います。今バックホーを使って、畑の周りに溝を、掘っているところです。掘りっぱなしの溝は明渠といって、主に畑の水はけの改善のために行います。ちなみに畑のど真ん中に溝を開ける場合には、その溝の中にパイプを詰めてまた土を戻します。これは暗渠と呼びます。なぜ畑に溝を掘る作業をするのかというと、私の畑には時々写真のように全く成長しない苗木が存在します。原因としては畑が栄養不足であったり、例えば芋を育てていた畑では地力が弱いとかっていうことはあるんですけれども、土が空気の通る余地のないカチカチの粘土質っていうのも原因の一つとしてあります。水はけが悪く酸素の少ない畑は根っこが伸びにくく、逆に酸素を多く含むふかふかな土なら根っこも伸びやすくなって木も成長しやすくなります。小さな土の塊の間に水や空気がバランスよく通る構造を団粒構造と言います。強粘土土なので、だいたいバックホーで掘り上げられたものって水がちょっと溜まったりしてるとこう塊で掘り上げられます。べちゃべちゃの強粘土土を掘り上げると、最初は空っぽだったこのバスケットの中も作業を進めるにつれて割とすぐにこんな感じでバスケットの中が詰まってしまいます。手で取れるぐらいだったらいいんですけど、粘土土だと結構一回詰まっただけで手で取るの難しいぐらい硬く詰まってしまうこともあります。バスケットが詰まってるとあまりにも作業効率が悪いので、他の畑にスコップを取りに来ました。せっかくバックホーがあったので木も切ってみたんですが、バックホーで木を切ったのは初めてでした。その結果ちょっとぼーっとしながらやってたっていうのもあって枝からの攻撃を受けました。後日やっぱりチェーンソーで切ってからバックホーでバッコンした方がいいよって聞いて、やっぱり横着はダメだったんだなって思いました。このままじゃあバックホーで次の畑に移動しようと思います。せっかくバックホーがあるうちなので、このコンクリートアンカーを埋める穴もバックホーで掘っていきたいと思います。無駄に大きな穴を開けてしまうのはあまり良くないんですけれども、コンクリートアンカーを埋めるのに90センチや1メートルの穴を掘るっていうのはちょっとスコップでは無理なので仕方ありません。皆さんこんにちは、ペルルのローリーです。今このコンクリートアンカーをバックホーで土の中に埋めてるんですけど、
だ強粘土土なので機械を使ってもちょっと難しい時あるんですけれども、ちょっと今回はうまくいったので、そんな嬉しかったっていうプチ報告でした。バイバイ。ちょっと暗くなっちゃったんですけれども、まーちゃんと一緒に買いに来ました。どれだったかにゃん。あ、これかな。あ、違う。何の変哲もないクランプがこれだ。あ、ないかも。12345678910111213個しかない。奥にあった。クランプっていうのこれ。クランポじゃないでクランプ。そう、クランプ。寒い。これどっちかった。欲しいのこれ。面白いね。I'm lonely, I'm starting to grow old, and I thought my youth would last forever. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. はいっていう、的には割と地味だったんですけれども、これもワイン作りの記録の一つということでバックホー動画も作ってみました。バックホーから1ヶ月経って、今は剪定と誘引が進んできているところです。後日こういった内容も動画にしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンもお願いします。バイバイ。But I'm gonna